ちょっと前にビートルズ再入門という動画を上げてまして、今回はその続きです。前の動画でビートルズ結成の背景からアルバム A Hard Day's Night までを紹介しました。ビートルズが登場して世界で大ブームを巻き起こしていった時代を改めて理解を深めようという動画だったんですけど、今回は彼らが次のステップ、音楽性の幅を広げ始めた、そんな時期の3枚のアルバムを紹介していきたいと思います。1964年は A Hard Day's Night の映画の公開とアルバムリリースの後、アメリカツアーやイギリス国内のツアーなど非常に多忙でしたが、その合間64年9月から10月にアルバム Beatles for Sale を録音。これはクリスマス商戦を狙った作品で1964年12月にリリースされています。A Hard Day's Night は全曲オリジナルだったのですが、この作品は超多忙な中で作られたため、カバー曲の比率が増えて8曲がオリジナル、6曲がカバーとなっています。ジャケット写真で全員疲れた顔をしているなんて言われてますが、そういった背景を知らずに見たらちょっと哀愁のあるいい雰囲気の写真だなと思います。個人的にはとても好きなジャケットですね。ビートルズのアルバムの中でも地味な存在だと思います。恥ずかしながら自分もこのアルバムはつい最近初めて全曲聴きました。1曲目 No Reply。 アコースティックなしっとりとした始まりから I Saw the Light と盛り上がるところがいいですね。リズムはボサノバの影響を受けているようです。ジョン・レノン作による落ち着いた味のある曲でアルバムはスタートします。2曲目 I'm a Loser。 こちらもアコースティックギターの曲ですが、軽快なリズムの曲です。ジョン・レノンはボブ・ディランに傾倒して作ったと言っていたようです。この曲に限らずアルバム全体的にフォークからの影響が感じられますね。3曲目 Babies in Black。 ジョン・レノン、ポール・マッカートニー共作で、ゆったりとした8分の6拍子のこちらもアコースティックでフォーキーな曲です。6曲目 Mr. Moonlight。ドクター・フィールグッド&ジ・インターズというバンドのカバーで、冒頭のジョン・レノンのボーカルがインパクトありますね。本編の方は意外と軽快な曲です。8曲目 Eight is a Week。 印象的なギターのフェードインから始まるポップな曲。この曲は2作目の映画の主題歌候補に作られたそうです。ポール・マッカートニーとジョン・レノンの共作ですが、後にジョン・レノンがヘルプを作り、そちらが主題歌になったことでアルバム曲に回されたようですね。しかしさすがにシングルカットしても全然良さそうな親しみやすい曲です。11曲目 Every Little Thing。 ポール・マッカートニーが作った曲ですが、リードボーカルはジョン・レノンのようです。こちらもフォークロック調の曲ですが、サビでのティンパニーが印象的ですね。13曲目 What You Are Doing。12弦ギターによるリフが印象的で、代表的なフォークロックのバンドザ・バーズの曲に似ていると思ったのですが、バーズのデビューは1965年でした。このあたりはバーズが影響を受けたんでしょうね。全体的にアコースティックギターを多用したフォークロック的なアルバムで、個人的には結構好きな曲が多かったです。特に No Reply と Babies in Black がいいですね。明けて1965年2月から2本目の主演映画の撮影が始まります。並行してアルバムの制作も行われ、映画撮影の合間を縫って録音されました。それが1965年8月にリリースされたヘルプになります。個人的にはこのアルバム以降は結構前から CD を持っていて、よく聴いているアルバムになります。1曲目 Help。 出だしの Help っていうところからインパクト抜群の曲ですね。テレビ番組何でも鑑定団のテーマ曲としてもおなじみで、あまりにあの番組のイメージが強くついてしまっているのもどうかと思いますが、ビートルズの曲の中でも非常に広く知られている曲でしょうね。歌詞はその時のジョン・レノンの心の叫びで、自分を見失いそうだ、助けてくれと赤裸々に歌っています。ジョン・レノンはもっとスローでシリアスな曲として作曲したそうですが、出来上がったものはアップテンポでポップなロックンロールになりました。3曲目 You've got to hide your love away。 放題悲しみをぶっ飛ばせです。
こちらもジョン・レノンがボブ・ディランに傾倒して作った曲で、アコースティック楽器だけの完全なフォークのスタイルで演奏されています。サビの Hey っていう声が強く印象に残りますね。4曲目 I Need You、こちらはジョージ・ハリスンの曲で、ボリューム奏法のエレキギターが印象的です。ちょっともたってる気もしますが、それも含め可愛らしい感じの曲です。7曲目チケット・トゥ・ライド、放題涙の乗車券ですね。ジョン・レノンに言わせると最初のヘビーメタル風の曲だそうですが、そういう風には聞こえませんよね。しかしその印象的なドラムパターンは重くハードな感じはあります。また始まってしばらくの間ベースが1音を鳴らし続けます。これはインド音楽などに見られるドローン効果と重なるもので、後にインド音楽を取り入れたりサイケデリックになっていく音楽性をどこか予感させるサウンドです。でも曲全体としてはポップでキャッチーな印象ですね。このドラムパターンとキラキラしたギターサウンドが大好きです。8曲目 B メイン曲目はアクトナチュラリー、リンゴスターがリードボーカルを取るカントリーのカバーです。12曲目 I've Just Seen a Face、放題夢の人、ポール・マッカートニー作によるフォーク調の曲で、テンポの速いカントリー&ウエスタンをベースにした曲になっています。こちらもエレクトリック楽器を使わない完全なアコースティック編成での演奏になっていますね。13曲目 Yesterday、ポール・マッカートニー作による、言わずと知れたアコースティックなバラード。おそらく最も有名なビートルズの曲といえばこの Yesterday になるんじゃないでしょうか。基本はポールによるギター弾き語りなのですが、そこに弦楽四重奏が重ねられ、非常にクラシカルで美しい曲になっています。音楽的な成熟が感じられ、それまでのアイドル的なイメージからより幅広い層に受け入れられるようになった彼らにとって大きな転機となった曲だと言えるでしょう。アルバム全体として前作ビートルズ・フォー・セールに続きアコースティックギターが多用され、フォークロック的なサウンド、曲が多い印象のアルバムです。ビートルズ・フォー・セールから特にジョン・レノンがボブ・ディランに傾倒し影響を受けた曲を書き始め、逆に1965年になるとボブ・ディランがロック化していきます。そして同年にはボブ・ディラン、ビートルズ両方から影響を受けたザ・バーズがデビューして、フォークロックというジャンルがアメリカで大人気となる。そういった時系列を意識して聞くと面白いですね。ヘルプやイエスタデイといった有名曲、名曲の印象が強いアルバムですが、しっかり聴いてみるといろいろな変化が見られる興味深いアルバムです。ヘルプのアルバムリリースと映画の公開、全米ツアー、そしてその時のシェイスタジアムでのライブは5万5千人以上という当時世界最大規模のコンサートでした。しかし当時はまだ大規模な音響設備が発展途上の状態で、ビートルズのメンバーはまともに聞こえない音響、観客との遠すぎる距離などに不満を抱き始めます。その全米ツアー終了後に次のアルバムラバーソウルの録音を開始。1965年12月にリリースされました。このアルバムはビートルズの中でも評価の高い名盤として挙げる方も非常に多い作品ですね。1曲目ドライブマイカー、冒頭から R&B の香りがするノリの良いかっこいい曲です。2曲目ノーウェジアンウッド、ノルウェーの森です。欧米のポピュラーミュージックで初めてインドの楽器シタールが使われたと言われている曲です。このシタールはインド音楽に興味を持ったジョージ・ハリスンが独学で練習していたところ、この曲の作者のジョン・レノンがシタールを入れるように提案し、ジョージ・ハリスンはかなり苦労してオーバーダビングしたようです。またジョン・レノンによる歌詞はちょっと謎めいたところがあり、そこが文学的なインスピレーションを与えるもので、後に村上春樹の小説のタイトルになったりもしていますよね。読んだことはないんですけど。4曲目ノーフェアマン、一人ぼっちのあいつ。出だしのアカペラコーラスがとても印象的で、バンドの演奏が入ってきた後もボーカルコーラスワークに
耳が行きがちですが、ベースがかなりかっこいい曲なんですよね。歌だけ聞くと軽快な感じですけども、ベースで重く深い感じを出しています。6曲目の The Word 愛の言葉は、ドライブ・マイ・カーにも通じるノリのいいかっこいい曲です。7曲目ミッシェル、ポール・マッカートニー作によるアコースティックなバラード。個人的には最初聴いた時かなり苦手な曲でした。この甘くて大人っぽい感じが10代くらいの時は全然いいと思えなかったんですけど、いつの間にかいいなと思うようになってましたね。9曲目ガール、ジョン・レノンによる気だるい感じのアコースティックな曲。ジョン・レノンの歌はこういった曲でもロック的なザラッとした感覚があり、かっこよさを感じてました。11曲目 In My Life、 非常にシンプルなアレンジながらノスタルジックで美しさを感じるメロディー、歌詞も普遍的な内容で名曲と言われていますよね。ベタだけどやっぱり自分もとても好きな曲です。13曲目 If I Needed Someone、 恋をするなら、ジョージ・ハリスン作による曲で、それまでジョージの曲は正直目立たない曲が多かったですが、この曲はとても印象的です。ドローン的な部分があり、チケット・トゥ・ライドとどこか似た印象もあるのですが、それよりもノルウェーの森の時に言ったように、ジョージがインド音楽に興味を持ってシタールを練習したりしていた、そういったところからインド音楽的なアプローチをしているように感じます。実は少し前にキンクスが See My Friends というインド風の曲を出していて、ある種の流行的なところがあったのかもしれませんが、ジョージ・ハリスンはその後しばらくインド音楽を追求していくことになります。ジョージのレノン・マッカートニーとは違う個性の現れた最初期の曲だったんじゃないでしょうか。このラバーソウル、アルバム全体としてはヘルプで芽生えた音楽性の広がりを推し進めつつ、曲としての完成度も上がり、歌詞も深みを感じるものが多くなってきて、次のステージに進んだということをひしひしと感じるアルバムです。ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンがこのアルバムに刺激を受けてペットサウンズを作ったという逸話もありますし、ビートルズの最高傑作に挙げる人がいるのも納得の作品です。楽曲制作における冒険やレコーディングでも凝ったことをやり始め、またライブ活動での不満の高まりから、この後ビートルズはレコーディングバンドになり、いわゆるサイケデリックの時代に入っていきます。人気が出始めの頃は若者のアイドルとしか思われてなかったでしょうが、この辺りまで来るとポピュラーミュージックの最先端に立つアーティストだと多くの人が認識しだしたんじゃないでしょうかね。次は自分がとても好きなサイケデリック期のビートルズ。この辺りの動画ちょっと間が空くかもしれませんが作ろうと思っていますので、よかったらチャンネル登録して待っていてください。はい、ではご視聴ありがとうございました。